今回はこちらです。今まだね、編んでいる途中なんですが、セリアさんのふわふわな糸を使ってポコポコのね、マフラーを編んでいる途中です。で、使用した糸はこちら、憧れグラデーションですね。カラーナンバーは3番です。アクリル 70%、ポリエステルが 30%、25g で64メーターあります。使用針は、かぎ針が8号から10号、棒針だと11号から13号となっています。こんな感じで、赤、ブルー、黄色、オレンジという感じでね、グラデーションになっている結構毛羽立ちの多い糸になってます。で、芯の部分がすごく濃い色に見えますね。黒っぽい感じにも見えます。この憧れグラデーションを使ってこちらのマフラーを編み進めています。今ですね、7玉使い切ったところで約110センチ、112センチくらいかなあります。で、1玉使って約15センチですね。この高さまで編めました。で、こちらのポコポコ模様は6目1模様になっています。なので、目数の調整をしたい場合は、6の倍数と、最後プラス1ですね。で、計算して作っていくといいと思います。私はこのポコポコの数を横に7個ですね、並ぶ感じにしてみました。8号の 5mm の針を使って編んでいます。編み方を説明していきたいと思うんですが、今回はちょっとね、これ毛羽立ちが結構強くて、目のね、入れる場所が見えにくいかなと思ったので、今回動画で説明するのは、ダイソーさんのフラッフィー、オフホワイトを使っていこうと思います。こちらのフラッフィーはアクリル 100% ですね。約 40g、123メーターあります。で、憧れグラデーションですね。こちら64メーターだったので、約2倍といった感じでしょうか。このフラッフィーも同じ8号で編んでみたいと思います。今編んでいるこちらのマフラーと同じ目数で説明していきます。では、編み方を説明していきます。はい、それでは8号の針を使って編み始めます。今から編む模様は6目1模様となっています。作り目は6の倍数プラス1で作ってください。ちなみに今作っている憧れグラデーションのマフラーは横幅が約26センチになっています。作り目は43目でスタートします。結び目を作ってふわっと緩めに43目作っていきます。はい、作り目43目編めたら立ち上がり鎖1目編みます。針から数えて2つ目の鎖の裏山です。裏山に針を入れて細編みを編みます。細編みを編んだら裏山2つ飛ばして3つ目に長編みを7目入れます。1、2、3、4、5、6、7目編めました。で、最初の細編みですね。ごめんなさい。先につけた方が良かったんですが、マーカーを入れておくといいと思います。1つの目に長編み7目編めたら、裏山2つ飛ばして3つ目に細編みを入れます。針に糸をかけたら、また裏山を2つ飛ばして3つ目に長編みを7目
裏山を2つ飛ばして3つ目に針を入れて細編み、これを繰り返していきます。針に糸をかけて裏山2つ飛ばしたら3つ目に長編みを入れます。で、私がいつも長編みを編む時に心がけているんですが、針を入れて糸を持ってくる時、持ってきてすぐにこうかけて2本引き抜いてしまうと、とってもね、このように短い長編みになってしまいます。最初に糸をかけて針を入れて糸を持ってくるとき、引き出してきたら鎖2目分の高さになるように、このようにね、少し足を長めにしてかけて、最後2本引くときはこの頭の部分ですね、小さく、足は長く頭は小さくなるように長編みを作っています。鎖3目分の高さになるように長編みを作ります。針のね、太さの分だけこのように糸を抜いてしまうとかなり短くなってしまうので、足の長い、そして頭の小さいですね、長編みを心がけています。1234567、斜め編めたら2つ飛ばして次の目に細編みを入れる、これを繰り返していきます。それからこのように身につけるようなものの場合には、その編む模様にもよると思うんですが、結構ふわっとね、あまりきつくなりすぎないように編んでいることが多いかもしれないです。どうしてもきつくなってしまう方は針のサイズを上げてですね、ゆるめになるように編むといいかもしれないです。はい、最後の方まで編み進めてきました。最後、長編み斜め編んだら鎖が3つ残っているので2つ飛ばして最後の目に裏山に針を入れて細編みを編みます。これが1段目です。やっぱり白くてふわふわしていて可愛くなりそうですね。では2段目、鎖3目で立ち上がります。編み地をひっくり返して鎖3目目にマーカーをつけておきます。で、次からちょっと編み方が変わってきます。下の段で長編み斜めのシェル模様を編みました。これの半分からスタートします。今鎖3目で長編み1目分を編んだので、残り3目の長編みをすぐ下のね、細編みに編み入れます。で、頭上から見ると鎖のようになっていますが、筋編みをしたいので、この細編みの頭の向こう1本だけに針を入れます。針から数えると1つ2つ3つ4つ目のこの鎖の向こう1本に針を入れて、長編みを3目、そして123、4つ目、シェル模様の真ん中の長編みです。サクサク編み進めたい場合は1つくらいね、目がずれてもこっちに入れちゃってもね、大した気になるほどじゃないので、サクッと真ん中に
針を入れて、ここ針入れるときは頭丸ごと取ってしまいます。鎖を取るように入れるので、糸2本ですね。針を入れて細編み、編めたら針に糸をかけて前段で編んだこの細編みですね。上から見てここも筋編み、向こう半目に針を入れて長編みを斜め編みます。3、4、5、6、7、斜め編めたら前段のシェル編みの4目目、真ん中の目に針を入れて細編み、針に糸をかけて前段の細編みの向こう半目だけに針を入れて長編みを斜め、長編みを入れる時だけ筋編みをしていく感じですね。4、5、6、7で、このポコポコですね、大きければ大きいほど可愛いと思うので、フラフィー1本取りでなんかちょっとスカスカして足りないなという感じがする方は2本取りで15針でもっとボリュームの出るようにね、大きなシェルを編むとさらに可愛くなる気がします。前段のシェル編み真ん中の目、長編み4目目に細編み、針に糸をかけて前段の細編み、向こう半目だけに長編みを斜め、もう少しね、太めのふわっとした糸があったらいいなと思ったんですが、見つからなかったのでね、フラフィーを使っています。もうちょっとしたらもっとモフモフの糸が出てくるかな。はい、ではこれを繰り返し最後まで編んでいきます。で、この2段目の最後は始まりと一緒で長編みを4目だけですね、シェル編みの半分だけ編みます。はい、最後の方まで編んできました。前段のシェル編みの真ん中に細編みを入れたところです。針に糸をかけたらマーカーのついている細編みの向こう1本だけに針を入れて長編みを4目編みます。はい、これで2段目が編めました。鎖1で立ち上がったら編み地をひっくり返してすぐ根元の長編みの頭に針を入れて細編み、この前々段のマーカーを取ってこの細編みの頭につけておきます。針に糸をかけたらあとは同じことの繰り返しです。前段の細編みに筋編みで長編みを斜め、前段のシェル編みの真ん中の目に細編み、針に糸をかけて前段の細編みの向こう半目に針を入れて長編みを斜め、
だんだんねポコポコしてきたと思います。もうちょっとこのねフラッフィーでもポコポコが分かりやすいように段数をね編んでいこうと思います。はい、ごめんなさい。3段目の最後ですね。マーカーがついている鎖3目めに針を入れて、ここに細編みを編みます。ね、編み方は同じなんですが、鎖のね3目めに細編みを入れて、次の段も鎖3目で立ち上がって編み地をひっくり返します。鎖3目めにマーカーをつけておいて、針に糸をかけたら細編みの筋編みで長編みを3目、シェル編みの真ん中に細編み、針に糸をかけて前段の細編み、筋編みで長編みを7目、これの繰り返しですね。次入れるところにはマーカーが入っていると思うので分かりやすいかなと思います。繰り返していきます。はい、全部で7段ですね編んでみました。フラッフィーで編むとこんな感じになります。横幅が約24センチなので、憧れグラデーションで編んだ方と比べると2センチくらい幅が狭くなってしまうかもしれないですね。こんな感じでやっぱり糸のボリュームが違うので、同じ号数で編んでも大きさはちょっと変わってきますね。で、こんな感じでね、糸の感じとか目数の感じを参考にして編んでいただけたらいいかなと思います。このね憧れグラデーションでこのポコポコ模様を編むのはすごくね可愛くできたと思います。めちゃくちゃ可愛いので、今7玉目を使い切ったところなんですが、うちには9玉ね用意してあります。あと2玉使えば30センチプラスという感じですね。まあ大体なんですが、そのくらいのね長さまで編み切ってしまおうと思います。本当にねふわふわでポコポコですごく可愛いね編み地になったので、憧れグラデーション、このくらいのね毛羽立ちのある糸でね編むのがいいかなと思います。2本取りでもちょっとねやってみようかなとは思うんですが、はい、ふわふわもこもこしたボリューミーな毛糸でね編むとすごく可愛くなります。はい、完成しました。私はですね憧れグラデーションを9玉使って全部使い切ったところです。残りはねこのぐらいしかないので1段編めないぐらいしか残ってないですね。長さを測ったら約150センチになっていました。私はねこの横の模様ですね、シェル編みを7個分で、横幅約26センチから28センチくらいですね。伸び縮みするので誤差は出るんですが、だいたいそのくらいの幅で編み続けていったので、そんなに幅がいらない方は模様を2つ減らしてみたり、5個分でもね結構可愛いと思います。模様5個分でも幅がね20センチ近くあるので、お好きなね目数でちょっとね調整しながら、もっと長さ出したいよって方は玉数を増やすとか、この幅をね減らしてちょっとコンパクトな感じで長めのマフラーにするとか、つないでスヌードにしてもいいと思いますし、いろいろアレンジして編んでみてください。本当にねすごくふわふわで肌触りもいいし、チクチクしない素材なので
めちゃくちゃね、可愛くできました。憧れグラデーション。今回はカラーナンバー3番を使ったんですが、他のね、カラーナンバーもちょっと見てみようかなって。別のカラーでも編んで、このね、ポコポコマフラー作ってみようかなと思いました。こちらのね、フラッフィーで編んだ編み地も可愛いんですが、やっぱりね、憧れグラデーションのように、ちょっとケバケバした糸の方が、この、長編み斜めを入れた穴がですね、目立ちにくくて、すごくボリュームが出て、とっても可愛いと思います。はい、参考にしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。